はい、皆さん、こんにちは、ときまるです。今日は、サイコロジカルミニマリズム、心理的ミニマリズムについてお話ししたいと思います。簡単に言うと、部屋を片付けるように頭の中をシンプルにしていく。そういう話です。例えば、終わらないトゥードゥーリストを持ってたりとか、絶え間ないスマートフォンの通知に悩まされている人とか、あるいは他人の答えに鍛えなければならないみたいなプレッシャーを感じている人、そういう人はぜひ最後まで見てみてください。ラジオ感覚でお楽しみください。はい。まずね、心理的ミニマリズムとは、いわゆるそのサイコロジカルミニマリズムって英語では言われるんですけど、不要な考えとか不要な思考を手放して自分のやりたいことに集中するっていう風なメソッド。それはもう物を減らすことと基本的には変わりません。物理的なミニマリズムとの違いなんですけど、これはだから、心理的にっていうことで、いわゆるあらゆることをシャットダウンしてね、周りをシャットダウンして自分が孤立したり、孤独になるっていうことではないです。部屋を片付けて、心を整えるっていうことなんですよね。で、まず先に物理的ミニマリズムが終わってから心理的ミニマリズムに入った方が移行はしやすいです。だから最初に物を減らすっていうのがまず第一前提で、それが完了してから心理的ミニマリズムに入った方がいいと思いますね。例えば、一日の終わりに疲れ切って何も前に進んでないなとか、人生が全然良くなってる気がしないなっていうことはありませんか？あるいは、ブラウジングをしていて、自分が開いているタブが永遠にね、開き続けているみたいな。タブが増え続けて一向に閉じることができない。それ明日やろう、明日も見るかもしれない。次また役に立つかもしれないと思ってずっとタブを開きっぱなしにしてる人いませんか？僕もよくやるんですよ。常になんかもうタブが増えてる、気づいたら。で、ウィンドウも増えてね。ウィンドウも3個4個ぐらいになって、どれだってなって、もうごちゃごちゃしちゃうってことがよく起きます。で、心の混乱っていうのは結構それに似てるんですよね。実際的に自分のウェブブラウザが散らかる感覚と似ていて、で、心もやっぱりいろんなもの、情報とかを得てると、それが引き出し、あるいはそのタブみたいになって、どんどん開き続けて、収集がつかなくなるってことが起きています。で、それを減らしていくっていうステップですね。それをお伝えしたいと思います。で、ちょっとデータ的なところを引用すると、2020年の、イソプスの調査。これ調査機関があるんですけど、調査によると、だいたい世界の 60% の人が、仕事や生活に圧倒されているっていうふうに感じている。これがまず一つあります。60%、だからもう半分以上が、もう仕事や生活に圧迫されている、圧倒されているっていうふうに感じていると。で、さらに、また別の調査があって、これはアシュリオンっていう、これも調査会社が調査している2019年の調査で、私たちは1日平均100回以上スマートフォンにタップしている、スマートフォンをチェックしているというふうに言われています。これ数えたことがある方いないと思いますけどね。でも、おそらく100回ぐらい見てるんじゃないでしょうか。100回近く。だから、それほどもうスマホに依存しきってる社会になっているということですね。で、やっぱそういうふうに心が散らかり始めるとどうなるかというと、集中力が低下しますね。そして、燃え尽き症候群というか、燃え尽きった感じになってしまう。で、疲れやすくなったりするっていうことが起きます。で、人間の脳っていうのはやっぱりそれだけの刺激に耐えるようにできていないので、それまで少ない情報量で暮らしていたものが一気にインターネット時代になって、ものすごい情報量を扱うようになって、脳がついていけないっていう状況になって、で、疲れやすくなったり、で、結構メンタル的に病んでしまったりとか、そういう悪い影響を及ぼす原因になるとも言われています。はい。で、それでは早速心理的ミニマリズムの実践ステップに入っていきます。まず一つ目、心の乱れを特定する。これが一つ目です。で、特定するために、まずは自分の心の乱れリストを作ってみようってことです。で、またリスト化かよって思うんですけど、なんかいろいろ買い物とかでもね、リスト化した方がいいみたいな話を僕はよくしてるんですけど、心の乱れに関してもとにかくまず書き出してみること。何が原因でそれが自分の心の負担になっているのかっていうのを可視化していきます。で、これ不思議なことにリストアップするだけで心が楽になるってことあるんですよ。日記とかね、そういうなんか自分で日記とかそういう文章を書いたことがある方はわかると思うんですけど、なんか自分の嫌な思いとかを書き出す。もう吐き出すだけで、それだけでなんか、もうこれでいいやっていうふうに思えたりもするんですよね。だからとにかく自分の心の精神の負担になっていることをリスト化して書き出してみるっていうのがまず一つ。それで把握をしていきます。次に二つ目の実践なんですけど、注意力の境界線を設定していきます。
で、これどういうことかというと、自分のまずスマートフォンの必要な通知だけに絞るっていうこと、そういうことを行っていきますね。で、あとはその SNS とかメールをチェックする時間に関しても特定の時間を設けたりします。で、この時間だけスマホを使おうとか、この時間だけ、Twitter を見ようとかね、そういう風な感じで時間を分けて、考えていきます。あとはメールに関しても、プレッシャーの観点で言えば、何か来たらすぐ返信しなければいけないってことをやめるっていうこと。メールが来ても自分の時間軸に合わせて相手に返信していくっていうことを受け入れるっていうことです。それはメールだけじゃなくてメッセージとか LINE とかもそうですね。もう何か来たら返さなきゃいけないっていう思いがあるから、それでプレッシャーを感じてしまっているんですよね。だからまずそこを考え方を変えていく。なかなか難しいんですけど、最初の頃は。でも慣れていけば自分の時間軸でそれをコントロールすることができるようになってきます。そうするだけでもだいぶ精神的な負荷が下がっていきます。例えば自分の場合は、以前に紹介したこういうダムフォンみたいな、スマートフォンを簡略化するっていうのかな。スマートフォンをミニマルにするような設定を使ったりとか。それを行うだけでもだいぶそのスマホに触る時間が減ったりしますね。なんでそういうことを組み合わせてやっていきます。あとは例えば iPhone の設定で言えば、それいろんなスマホでもできると思うんですけど、過剰なエフェクトを減らす。これも結構有効的です。最近、よくスマートフォンとかでそのエフェクトですね。なんかアプリを開いた時にグワンと出ていく感じとか、アプリを切り替える時にグッとこうなんか画面が動いたりとか、なんかブラウザがこう動的になったりとか、そういうエフェクトが最近過剰になり始めてるっていうことがあります。それはPC でも一緒ですね。スマホだけじゃなくて PC でもそういうこうエフェクトが過剰な場合があるので、そのエフェクトを減らしていくっていうことも一つ刺激を抑えることにつながります。ちょっとこの詳細はちょっと Twitter かなんかで書いておきますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、実践3つ目は本当に大切なことに集中するっていうことです。自分の価値観を明確にしてみたことはありますか？皆さん。なんかいろいろこう目標とかね、自分はこういう価値観を持っているってことを書き出してみたことがある方はいると思うんですけど、例えば自分の場合だったら物を減らして、その過程を皆さんに共有すること、何か物を作ることによって誰かに価値を与えていくこと、そういうことを自分のミッションとはしているんですけど、なんかそういうふうに自分のミッション、自分がどういうふうなことをやりたいかっていうのをまず明確にしておく。で、そういうふうな個人のミッション、だったり、あとフォーカスリスト。フォーカスするリストっていうのを何か一つでも作っておくと、何か行動するときに迷いが減っていきます。で、それを軸に生活するようになるので、それ以外のことは関係ないっていうふうに考えることができる。そうするだけでものすごくストレスって減るんですよね。これ自分の過去のポッドキャストでも話しているんですけど、何かこれだけっていうふうなものさえあれば、それ以外のことはどうでもいい。もう極端に言えば、それ以外のことで何か起こる問題っていうのは、自分の本質とは全く関係がない。自分がフォーカスしているものとは全く関係ないから、そこは真剣に考えなくてもいいんだっていうふうに割り切れることができます。そうなると、圧倒的にいろんな、この社会的なストレスとか、その周りから降り注いでくる、これやらなきゃいけない、やらなきゃいけないみたいな世間的に一般的に言われているもの、そういうものから逃れることができます。いかに外的な刺激っていうか、外的な規則とか規約とかそういうものにストレスを受けているかってことなんですよね。そこにさえ気づけば、自分のやりたいことだけにフォーカスしていると、全くブレがなくなるし、嫌な思いとかストレスを感じることが減っていきます。4つ目の実践としては、自分のためにならない、役にならない習慣を捨てるってことです。つまり、自分が逆に言えば、その心地いいこと、マインドフルネスとか、そういうものを取り入れていくってことですね。生活の中で自分を疲れさせているものは何かっていうものを、一番最初のその乱れの特定で特定できたと思うんですけど、それに伴ってやっている習慣。例えば、必ず帰り道に、酒場に寄ってお酒を飲む。で、それで睡眠時間が削られて、また次の日もきつい。で、次の日もきついから、それで、仕事頑張ったなってなって、もう一回疲れたから、じゃあ今日も一杯やるかって言って居酒屋に寄ってしまう。みたいな、そういう習慣がある方は、その習慣そのものを手放すことを考えてみるってことです。で、空いた時間で、逆に自分の精神をリラックスさせたりとか、心理的にいい方向に持っていけるようなもの。それは運動をしたりとか、そういうマインドフルネス的なものをやるとか、ヨガとか瞑想が役に立つんですけど、そういうものを取り入れていくっていうことですね。自分の場合は、アシュタンガヨガをやっているっていうことが、それにかなり大きな影響を与えています。もちろんいろんなストレスが降り注いできてね、お酒を飲んだりとかする時もあるんですけど、
でも基本的にまずヨガっていうルーティーンだったり習慣があるので、それをやるだけで自分の心とか精神的な部分をリセットできる。そういう状況になっているので、ものすごくそれが役に立っています。で、ヨガっていうのはマットの上だけじゃなくて、オフザマットっていうマット以外の練習もヨガ的に捉えることで、精神的な負荷を少なくすることができるので、そういうふうな考え方を活用して生活をしています。はい。で、5つ目なんですけど、静寂と休息を取り入れるってことです。休むってことですね。静寂という部分で言えば、これも先ほどの話とつながるんですけど、マインドフルネスだったり、ヨガとか瞑想が役に立つっていうことです。1日24時間を過ごしている間に、1分でも2分でも孤独になる時間ってありますか？最近。孤独になったことってありますか？それは、その寂しいっていう、そういう風な孤独さではなくて、本当に何もない静けさの中に、自分自身がいるっていう、今ここに生きているっていう風な自覚を持ったことってありますか？それを簡単に得られるのがやっぱり瞑想ですね。ただ呼吸をするっていうこと、呼吸に集中していくっていうこと。そういう時間を積極的に作ることによって、心のリセットっていうものが可能になります。で、心のリセットができるようになると、ストレスが減るだけではなくて、自分のそのやりたいこととか、クリエイティビティにも向上をもたらします。例えば、歴史学者のユバル・ノア・ハラリって方がいるんですけど、サピエンス全史っていうね、いろんな本を書いてる、ホモデウスっていう本を書いたりしてる人なんですけど、彼は朝に1時間、そして夜に1時間瞑想をしていると言われています。で、その瞑想がなければ、あのような本、対策、もう世界的にヒットするような対策を私は書くことができなかっただろうっていうふうに書いています。それほど、静寂、あるいはその瞑想の重要性みたいなものを説いているんですけど、現代社会では本当にあらゆる刺激とかストレスが降りかかってくるので、マインドフルネスをやった方がいいっていう感じではなくて、もう割とその必須というか、もう必修科目みたいな、状況になっていると自分は考えています。それほどにそのインターネットとか広告とか、そういうデジタル的な刺激っていうのがあんまりにも今生活の中に入りすぎている。それによって結構心を病んだりとか、精神的に参っちゃってる人が多分多いように思うんですね。自分の周りにも結構たまにそういう人がいます。なので、マインドフルネスっていうのはなんかやった方がいいよみたいな感じではなくて、もう割と必修科目の時代に入ってるんじゃないかなっていうふうに考えています。はい。それほど役に立つものだと思いますね。はい。以上が5つの実践方法です。で、僕自身、このような心理的ミニマリズムを取り入れるようになって、かなり精神的負荷が軽減されました。なんかやっぱ物を減らした後は自動的にそういう風な精神的なミニマリズムっていうところに多分行くと思うんですけど、そのようなタイミングで自分はヨガをやり始めたりとか、瞑想をより深めるような生活に入っていったので、余計にそれがブーストされて、その心理的なミニマリズムっていう方向、あるいはそれが自然にですね、できるような感じになっていっています。もし皆さんは自分の中の心の中がすっきりとクリアになったらどういう風な生活を送りたいですか？心理的ミニマリズムは自分の価値観と一致した生活を送るための一つの鍵になると思っています。はい。ということで今日はそのような感じで心理的ミニマリズムについてお送りしてきました。はい。ぜひね、心が疲れている人とか何かごちゃごちゃしてずっとタブが開き続けているなっていう人は心理的ミニマリズムを試してみてはいかがでしょうか？まずは心の乱れが何かっていう原因を振り返ることから始めて、それを取り除いていく。その重荷となっている習慣は何かっていうのを今度は見極めていく。で、どんどんそれを手放していくっていう。それだけでだいぶ楽になると思います。はい。ということで、このチャンネルでは、ふざけながら、真面目ながら、自分の生活から出てくる、知恵とかね、ミニマリズムとか、ヨガとか、あとハイキングとか、そういうものから得られた気づきみたいなものを共有しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の放送で。バイバイ。